今回はお花畑にピクミンたちが大集合したとっても可愛い円形ブランケットを編んでいきます。畳めばピクミンたちが寄り添う可愛いお出かけサイズに、広げればお部屋がパッと明るくなる大きなお花畑に変身します。立体的な渦巻き模様は引き上げ編みを繰り返すだけなので、実はとっても簡単で初心者さんでも編みやすいシンプルな作りになっています。あなたのお家にも可愛いピクミンを咲かせてみませんか？ブランケット部分の編み方。8号のかぎ針を使用します。輪の作り目をします。ここまでが輪の作り目です。ここまでは目数に含めません。長編みを12目編んでいきますが、最初の長編みだけ特殊な編み方をします。針にかかっているループを大きく引き出します。針と糸を中指で押さえて針を回転させます。輪の中から一度ループを引き出します。針に糸をかけ2つのループを引き抜きます。もう一度針に糸をかけ2つのループを引き抜きます。これで1目目の完成です。鎖編みで1目目を編む方法よりも見た目が長編みに近いので悪目立ちしません。どうしても難しいという場合は鎖編み3目で編んでも大丈夫です。残り長編み11目を編んでいきます。糸を大きく引き出し、かぎ針を一旦外します。糸端が出ているところと同じところから出ている方の糸を引っ張ります。輪が閉じたら糸端の方も引っ張ります。しっかりと輪が閉じました。さっきのループに針をかけ、ループを元に戻します。最初の長編みの頭に針を入れ、引き抜き編みをします。これで1段目の完成です。2段目、1段目の1目目と同じ編み方で1目目を編みます。針にかかっているループを大きく引き出します。針と糸を中指で押さえて針を回転させます。引き抜き編みと同じ目から一度ループを引き出します。針に糸をかけ2つのループを引き抜きます。もう一度針に糸をかけ2つのループを引き抜きます。これで1目目の完成です。最後の引き抜き編みをする時の目印のために印をつけておきます。同じ目にもう一度長編みを編みます。最初の長編みの足を拾って長編みをします。これを長編みの表引き上げ編みと言います。引き上げ編みは目を拾う位置が少し下がるので、普通の長編みと同じ調子で編むと下に引っ張られてしまいます。なので引き上げ編みは少しふわっと長めの長編みになるように力加減を調節してください。次の目に長編み2目、次の長編みの足を拾って表引き上げ編み、次の目に長編み2目、このようにこれを繰り返して最後まで編みます。
最後の引き上げ編みを編んだら最初の目に引き抜き編みをします。引き上げ編みが12目あれば間違えていません。これで2段目の完成です。3段目、同じように1目目を編みます。同じ目にもう一度長編みを編みます。長編み1目、これが前の段の引き上げ編みの足です。するとここが前の段の引き上げ編みの頭です。なので次の目は引き上げ編みの目になります。次の目が引き上げ編みの裏になって見えにくいですが、長編み2目の増し目、表引き上げ編み、このように長編み2目の増し目、長編み1目、表引き上げ編みを繰り返します。最後の引き上げ編みを編んだら最初の目に引き抜き編みをします。これで3段目の完成です。引き上げ編みがきれいに放射状に伸びています。今の直径はだいたい10センチくらいです。4段目以降は3段目と同じ編み方の繰り返しです。最初の目が増し目、次の目から引き上げ編みの間は普通の長編み、前の段の引き上げ編みの目には同じく引き上げ編みを編みます。引き上げ編みの間の目数が3段目は3目、4段目は4目というように段数と同じになるので、編み目が迷子になったら確認してみてください。5段目まで編めました。引き上げ編みの間の目数がちゃんと5目になっています。今の直径は15センチくらいです。10段目まで編めました。今の直径は30センチメートルくらいです。この編み方では引き上げ編みが渦巻きになります。15段目まで編めました。今の直径は44センチメートルくらいです。20段目まで編めました。今の直径は60センチ弱くらいです。最終段24段目まで編めました。今の直径は70センチくらいです。最後の段は引き抜き編みはしません。糸を切り、そのまま糸を引き出します。印をつけた次の目に糸を通します。最後の目の中に糸を戻します。印がついていた目に糸を通します。引っ張りすぎないように。
裏に糸を出します。最後の目の足に適当に絡ませています。これで編み終わりがきれいにつながりました。最後に裏側で糸始末をします。これでブランケット部分の完成です。渦巻き模様がとてもきれいに編めたと思います。ピクミンが生まれる大地が完成しました。ピクミンの編み方。7号のかぎ針を使用します。輪の作り目をします。ここまでが輪の作り目です。ここまでは目数に含めません。1段目、立ち上がり1目、細編み5目。輪を引き締めます。これで1段目の完成です。2段目、1段目の最初の細編みから細編み5目。3段目、2段目と同じ細編み5目。7段目まで同じです。7段目が編み終わりました。8段目、細編み2目、細編み2目の増し目、細編み2目。9段目、細編み1目、細編み2目の増し目。これを3回繰り返します。10段目、細編み2目、細編み2目の増し目。これを3回繰り返します。11段目、細編み2目、細編み2目の増し目。これを4回繰り返します。12段目、細編み16目、増減なしです。13段目、細編み3目、細編み2目の増し目。これを4回繰り返します。14段目、15段目、細編み20目、増減なしです。16段目、細編み2目、細編み2目1度の減らし目。これを5回繰り返します。
17段目、細編み1目、細編み2目一度の減らし目、これを5回繰り返します。途中で綿を詰めます。18段目、細編み2目一度の減らし目、これを5回繰り返します。19段目、細編み2目の増し目、これを5回繰り返します。20段目、細編み2目、細編み2目の増し目、細編み2目、これを2回繰り返します。21段目、細編み12目、増減なしです。22段目、細編み5目、細編み2目の増し目、これを2回繰り返します。23段目、細編み14目、増減なしです。24段目、細編み2目一度の減らし目、これを7回繰り返します。糸端を長めに残して糸を切ります。綿を詰めます。糸端を絡めて最後の隙間を閉じます。余った糸端は編み目に絡めて糸処理をします。次に手をつけていきます。19段目と20段目の間に針を入れます。新しい糸をつけます。鎖編み7目、針から2目めに細編み1目、次の目も細編み1目、引き抜き編み4目、糸を切ります。隣の目から針を入れて腕の根元の目に出します。最後の糸端を引き出します。最初の糸端が出ている目から針を入れて最後の糸端の一段上の目に出します。最後の糸端を引き出します。糸端同士を結びます。
手を引っ張ると結び目が少し中に入ります。糸端は中に入れます。これで片手が完成しました。同じように反対の手もつけてください。次に足をつけていきます。最後の段に針を入れます。新しい糸をつけます。鎖編み4目、針から2目めに細編み1目、引き抜き編み2目、糸の処理は手と同じようにします。これで片足が完成しました。同じように反対の足もつけてください。これで手足の完成です。次に目をつけていきます。フェルトを縦 1.2 センチ、横 1.5 センチに切ります。角を丸く切って楕円にし、2つ折りにして切り込みを入れ、真ん中に穴を開けておきます。8ミリの刺し目を用意します。フェルトの穴に刺し目を刺しておきます。13段目と14段目の間に目をつけます。一度刺して場所を決めます。決めた場所に温度で目をつけます。温度が乾いたら目の完成です。赤ピクミンの花をつけます。新しく糸をつけて鎖編み3目、針から2目めに引き抜き編み、次の目に細編み1目、糸処理は手足と同じです。これで花が完成しました。キピクミンの耳をつけます。鎖編みの作り目をしたら鎖編み4目、針から2目めに引き抜き編み、次の目に細編み1目、最後の目に長編み1目、糸端を長めに残して糸を切ります。大きくしたループに糸端を通し引っ張り、ループを引き締めます。もう一つ同じものを作ったら糸端で頭の横に縫い付けます。これで耳が完成しました。青ピクミンの口は
並太毛糸に本取りで3回縫い付けました。これでピクミン本体の完成です。次は頭のお花を作っていきます。花の編み方、7号のかぎ針を使用します。鎖編みの作り目をします。鎖編み5目、最初の目に引き抜き編みをして輪にします。1段目、立ち上がり1目、細編み10目、引き抜き編み。2段目、立ち上がり1目、細編み1目、鎖編み2目。次の目に編みかけの長々編みを5目。最後にすべてのループを引き抜きます。これを長々編み5目の玉編みと言います。鎖編み3目。次の目に細編み1目。これで花びらが1枚できました。このように細編み1目、鎖編み2目、長々編み5目の玉編み、鎖編み3目、これを繰り返して花びらを5枚編んでいきます。最後の花びらの鎖編み3目まで編めたら、最初の細編みに引き抜き編みをします。糸を切ります。大きくしたループに糸端を通し、引っ張り、ループを引き締めます。裏側で糸端同士を結びます。花の中心の黄色い部分を編みます。輪の作り目をします。立ち上がり1目、細編み1目、鎖編み2目。長々編み5目の玉編み。鎖編み3目、引き抜き編み。糸を切ります。大きくしたループに糸端を通し、引っ張り、ループを引き締めます。
輪を引き締めます。これで花の中心部分の完成です。花びらと縫い合わせていきます。花びらの1段目と2段目の間に糸端を通して糸処理をします。これで花の完成です。ピクミンに縫い付けます。ブランケットの縁飾りの編み方。ピクミンの頭の編み方は本体の11段目までと同じです。葉っぱを作ります。鎖編みの作り目。鎖編み10目。立ち上がり1目、引き抜き編み1目、立ち上がりの目に印をつけておきます。細編み1目、中長編み1目、長編み1目、長々編み1目、長々編み2目の増し目、長々編み1目、長編み1目、中長編み1目、細編み3目の増し目、増し目をしながら U ターンします。中長編み1目、長編み1目、
長々編み1目、長々編み2目の増し目、長々編み1目、長編み1目、中長編み1目、細編み1目、引き抜き編み1目、印をつけたところに引き抜き編み1目、糸を切ります。大きくしたループに糸端を通し引っ張りループを引き締めます。同じものをもう一つ作ります。とじ針で2枚を重ねて縫い付けます。玉留めを隠すために葉の根元の裏側に一度針を通します。根元の真ん中の目に針を出します。隣の目から裏側に戻ります。外側が表になるように持ちます。根元の真ん中の目の一つ隣の目から針を出します。続けて並縫いで縫い合わせていきます。糸端は中に入れます。真ん中の目の一つ手前まで縫えました。ピクミンの頭と縫い合わせていきます。最後に目立たないように返し縫いをして糸を切ります。それぞれ7個ずつ作ります。プチ飾りの花はピクミンの頭の花と同じです。全部で24個編みます。ブランケットの縁に縫い付けていきます。引き上げ編みの上に1個、間に3個つけます。
12時、4時、8時の位置にピクミンをつけます。間をこのように順番に埋めていくときれいに並びます。たくさんあるので大変ですが、これがつけば完成です。完成。お疲れ様でした。広げれば大きなお花畑、パタンと畳めば可愛いブーケ。2つの表情が楽しめるピクミンのブランケット、いかがでしたか？難しそうに見える渦巻き模様も太めの毛糸でサクサク楽しく編めたのではないでしょうか。パーにかけたり、お出かけに連れて行ったり、ピクミンたちと一緒に毎日を楽しんでください。皆さんはどのピクミンが一番好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。これからも、かわいいとなる作品をお届けしていきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。また次回の動画で